はい、ふきのとうのピッツァ。ありがとうございます。美味しそう。自分の写真集から写真を撮られた時はついに新潟ラストとなりました。今回は私が高田で出会った人々を通じて、この街の魅力をお伝えしたいと思います。まずはこちら、高田のアットホームな味どころ喜太郎さん。こちらの名物は粋なおかみさんです。お邪魔します。じゃあこんなのとかっていう話。ありがとうございます。こんなのを撮りたいってことね。どう映ってます。はい、ふきのとうのピッツァ。ありがとうございます。美味しそう。うわ、でっかい。すごい。こちら何かというと、ウッドフラワー、木くずを使ったフラワーアレンジメントなんだそうです。なんとおかみさん手作りです。これもいちいち一本一本こうやってひねってるの。へー。ここら辺はみんなカットしてるのさ。私元床屋なのね。あ、そうなんですね。もうね、カット得意なのよ。なんとこれすべておかみさんの作品です。じゃあ違う茶碗蒸しの器とかさ。すごい素敵。もう鬼太郎使わなくなったコーヒーカップ。いや、すごい素敵。こんなん1000円で売るんだよ。知り合いの大工さんのところに行って木くずを調達してご自身でカット。一つ一つ手作りでやられているそうです。レベルの高すぎる趣味。素晴らしいです。かわいい。もふもふ。楽しいだけです。いいですね。私これ2つ買います。本当に買ってくれるの？買います。2つお嫁に引き取らせていただくことにいたしました。使い勝手がいい。上機嫌でカメラを忘れて帰るところでした。あるじゃない。動いてるのもしかして。おかみさん、楽しい夜をありがとうございました。次にご紹介したいのがこちら、ゴゼミュージアム高田のゆうこさんです。情熱たっぷりにお話ししてくれるゆうこさんの説明は臨場感があって引き込まれます。一番上はね、斉藤真一さんのゴズ絵のイサリブという作品があります。それをジオラマで作られて、今ちょっと電気つけましたけど、ちょっと色っぽい、そうですね。はい、こういうものとか。ところで皆さんはゴゼという人たちを知っていますでしょうか？漢字ではこう書きます。一つ目のゴという漢字、あまり見たことないですね。包みに目と書いてゴと読みます。意味は目の見えない人、また音楽家。昔、目の見えない人に音楽家が多かったからだそうです。三味線と歌という芸を支えに生きる目の不自由な女性。それがゴゼと呼ばれる人たちでした。その起源は古く、室町時代とも言われており、江戸時代には三味線を手に村から村へと旅して歩く目の不自由な女性たちの姿は全国各地で見られました。眼病を患った女性が自立して生活する道は極めて少ない時代でした。彼女たちの多くは三味線と歌を習い、米などの食べ物と引き換えに身を削るような芸を披露していたのでした。ゴゼの活動は日本各地で見られましたが、中でも新潟県はゴゼの一大拠点として知られています。冬の長い期間を雪に閉ざされ、幼い子供が麻疹などの病気をこじらせて失明に至るケースが多く見られたのが理由の一つであると考えられています。
また1年の半分以上が雪に閉ざされる豪雪地帯において、冬の間の娯楽として御勢を求める環境も新潟にありました。しかしテレビやラジオが普及し、御勢の活躍する場が奪われると、戦後廃業に追い込まれる御勢が多くなりました。最後の御勢として知られるのがこの高田御勢の杉本菊井さんです。東京オリンピックのあった1964年、旅に出たのを最後として彼女は引退しました。高田御勢を語り継ぎ、後世に伝えていくことを目的に、この御勢ミュージアムは運営されています。今、私がかいつまんでご説明したことは、この優子さんがすべて教えてくれました。御勢への愛を感じる説明で、ついつい興奮して長居してしまいました。優子さん、どうもありがとうございます。そんな形のね、ものになります。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。なんか随分お引き止めしちゃって。素敵。じゃあお邪魔してます。みつよさん。みつよです。ありがとうございます。みつよさん、かずみさん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これ大事なの。そして高田できっと今も篠笛の音を響かせているこちらの皆さん。皆さんと一緒に神社でセッションさせていただいたことは、今でも忘れられない思い出です。青曽の家で一緒に練習させていただいたことも、そこにクロちゃんが加わったこともいい思い出です。そしてこちら高田の名店バリアントさんで打ち上げもさせていただきました。帰ります。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてなんと高田最終日、篠笛の練習に誘ってくれたリサさん、かずみさんの計らいで、お二人の師匠である世界的な篠笛奏者、加納康和先生に特別尺八レッスンを受けさせていただきました。音は出さないという条件で録画をさせていただいたので、大変残念ではありますが、生音はここでは控えさせていただきますが、むちゃくちゃお上手でした。今回神レッスンでした。ありがとうございます。上手に吹けないですけど。ありがとうございました。まあでも悪くない笛なので、ここをもうちょっと削って自分に合うようにしたらもっとダメなんでね。泣いて喜んでます。いやでも久しぶりだから全然吹けなくなってるけど、一番なるところを探せば今ぐらいの音が出るはずなんで。へー、すごい。ありがとうございます。はいはい。じゃあそういう感じで頑張ってください。先生が吹いて。ということでお送りしてまいりました高田編、いかがでしたでしょうか。高田でも多くの出会いに恵まれて、
たくさんの思い出ができました。皆さん本当にありがとうございました。それではこの雁木を抜けて次の町へと向かうことといたしましょう。